こんにちは。パシフィック大学の山岡アリーシャです。スピーチのタイトルは日米の国際結婚です。よろしくお願いします。最近多くの人々が海外で勉強したり働いたりしています。世界中で毎日人々は外国人と交流しています。お互いに恋に落ちて結婚する人もいます。皆さん、他の国から来た人と結婚しようと思ったことがありますか？国際結婚をした夫婦はどのような結婚生活をしていると思いますか？私は卒業論文で国際結婚について書いています。そして国際結婚をしている夫婦にインタビューしました。今日はそのインタビューに基づいて日米の国際結婚について話したいと思います。国際結婚にはいろいろな相違点およびチャレンジがあるのは明らかです。事実、日本とアメリカではコミュニケーションスタイルが異なります。例えばインタビューで聞いた話では、一緒に料理しているとき、日本人の夫が「その人参切って」と頼んだら、アメリカ人の妻は「どういうふうに切るの？」と聞き返します。でも夫は「何年も結婚しているのにどう切るかまだわかんないの？」と言ったりします。一方、アメリカ人の夫が日本人の妻に「愛してる？」と聞くと、妻は「もちろん」と答えます。でも夫は「じゃあなんで言わないの？」と言ったりします。妻は「なぜ言わなきゃいけないの？わかるでしょ？」と言ったりします。日米の文化の違いが原因でさまざまな誤解や問題が発生します。それを乗り越えるために国際結婚をした夫婦はそれぞれの配偶者の個人的特徴だけではなく文化的な背景を受け入れて幸福な夫婦関係を築くように譲り合います。インタビューを通して国際結婚をした夫婦は文化の違いにかかわらずお互いに溶け込んで一緒に新しい文化を作り上げているのを発見しました。アメリカと日本の文化に興味を持ち、一緒に新しい文化を学ぶ喜びをかみしめています。現代の社会では価値観やライフスタイルが次第に変わってきて、国際結婚に対する見方も変わってきました。今までは国際結婚は誤解や困難のため大変になるというイメージがありました。確かに性が異なっていたり、文化的価値観、言語も異なっているため、そう考えるのも無理はありません。しかし、最近社会は変わってきました。例えば、日本人の夫が外で働くだけではなく、家で料理したり、家事をしたりするようになりました。国際結婚は難しいかもしれないけれど、常に素晴らしい発見に満ちています。国際結婚を通して異文化の架け橋を築くことができます。多文化社会になり、国際結婚をしている人々が多くなったため、新しい夫婦関係ができてきました。私がインタビューした15年以上結婚している夫婦は何度も大変な経験をしました。それを乗り越えるため、お互いに話し合い、信頼し合い、協力し合うことが必要だと分かりました。どんな国に生まれ育っても、この3つを守れば、夫婦関係はうまくいくと思いました。この研究のおかげで、異文化関係の重要性を認識することができるようになりました。国際結婚をしている夫婦は
異文化をお互いに異文化を受け入れて最善を尽くして生きているので、私は本当に感心しました。将来いつか国際結婚するかもしれません。その時にはこの研究で学んだことを生かして充実した結婚生活を築き上げたいと思います。どうもありがとうございました。山岡さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。山岡さんがもしね、国際結婚をするってご両親に言った時に、ご両親が「いや、それはダメだ」っておっしゃったら、どのようにしてご両親を説得しますか？どのように説得しますか？両親には私は説得して、本当にこの人と結婚したいと努力します。本当に説得して頑張って、もし国際結婚したら両親は反対したら、夫と一緒に両親と話して、直接に話して、できるだけ説得できるように頑張ります。どうやって説得するんですか？それは本当に国際結婚考えたことありますけれども、どのように説得する、国際結婚の今の国際結婚のスピーチを言って国際結婚の長所がいいことを努力していって頑張って説得したいと思います。もしできない場合では夫と一緒に他の国に行きます。でも多分頑張ってくださいね。頑張ります。でもう一つ質問がグランプリを取って、親善大使として富山に行きますね。もし行ったらその経験をどのように今度は帰ってきて、どのように富山とオレゴンの友好関係に生かします。富山の人とオレゴンの人を国際結婚させます。実は日本とアメリカの架け橋を築くだけではなく、富山とオレゴンの姉妹関係をみんなに知ってほしいです。できるだけ富山の代表的なもの、例えば音楽、歴史、形式、人間関係などを学んで習いたいと思います。その代わりにオレゴンのユニークな特徴、例えばワイン、ナッツ、マウントフード、ローズガーデンおよびエコフレンリーな環境を富山の人たちに伝えたいと思います。なので私は富山にアメリカの人として行くよりもオレゴンの人として行きたいと思います。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。